皆さんこんにちは。プログラマーの鈴木田です。この動画では Firebase OAuth を使ってメールアドレスとパスワードでログインする方法について紹介します。まず Firebase の設定を行います。Firebase のコンソールにアクセスして Add プロジェクトをクリックします。プロジェクト名を入力してからContinue ボタンをクリックします。Google Analytics を無効にします。Create Project ボタンを押してしばらく待ちます。完了したら Continue ボタンをクリックします。プロジェクトオーバービューのページの Web ボタンをクリックします。アプリ名を入力してからRegister APP ボタンをクリックします。Firebase config のソースコードが表示されるのでコピーします。画面左上の×ボタンをクリックします。続いて、オーセンティケーションを有効化します。Get Started ボタンをクリックします。E メール、パスワードのサインインプロバイダーを有効化します。セーブボタンを忘れずにクリックします。続いてコーディングの準備を行います。まずターミナルを起動してディレクトリを作成し移動します。npm init コマンドを実行します。必要なパッケージをインストールします。必要なファイルを作成します。エディターを開きます。まず webpack.config.js の内容を入力します。モードには Development を指定します。エントリーのファイルは app.js です。
出力するファイルの名称として JS、app.js を指定します。Dev ツールなどはすべて無効化します。スタティックディレクトリを指定して、ファルダー内に含まれるファイルを Web サーバーで提供するように設定します。動作を確認します。npx コマンドを使ってサーバーを起動します。ローカルホストの8080に HTTP アクセスします。白い画面が表示されました。続いて index.html の内容を入力します。タイトルを入力します。動作を確認します。更新するとタイトルが表示されました。続いて見出しを入力します。見出しが表示されました。続いてサインインのセクションを入力します。見出しとフォームを入力します。メールアドレスの入力部を入力します。動作を確認しました。続いてパスワードの入力部を入力します。動作を確認します。パスワードの入力部が表示されました。サインインボタンを入力します。また、サインアップボタンを入力します。動作を確認しました。次に、ユーザー情報を表示するセクションを入力します。UID の表示部を入力します。最後に、サインアウトのセクションを入力します。サインアウトボタンを入力します。ボディの末尾にスクリプトを読み込むコードを入力します。スクリプトに動作確認のための出力コードを入力しました。正しく動作していることを確認しました。
続いて Firebase config の内容を入力します。前の手順でコピーした Firebase config をコピーします。内容を JSON 形式に整えます。必要な関数などをインポートします。エラーが発生していないことを確認しました。メイン関数を呼び出す部分を入力し、メイン関数を定義します。HTML ファイル上の要素を取得するコードを書きます。セクションについてはすべての要素を正しく取得することができました。入力部についても要素を正しく取得できています。ボタンについても正しく取得できています。エラーメッセージがヌルになっています。エラーメッセージの入力部を入力するのを忘れていました。それでもヌルになっています。展開するのを忘れていました。正しく取得できています。続いて Firebase の認証の状態が変わった時のイベントハンドラーを登録する前に Firebase config を読み込みます。動作を確認します。正しく Firebase config が読み込めています。取得した Firebase config を使ってアプリケーションを初期化し、また認証の API を利用するための Auth オブジェクトを作成します。続いて認証の状態が変化した時のイベントハンドラーを登録します。現在はログインしていないので、ヌルが表示されました。
ログインが完了し、ユーザーオブジェクトがヌルでない場合は、サインインのセクションを表示にして、それ以外のセクションを表示します。また、ユーザー ID に UID を表示します。一方、ログインしていない場合は、サインインのセクションを表示し、それ以外のセクションを非表示にします。正しく動作しました。続いて、ボタンをクリックしたときのイベントハンドラーを登録します。エラーを表示するコードを書きました。また、エラーメッセージの表示部にエラーの内容を表示します。プリベントデフォルトメソッドを呼び出して、フォームの内容が送信されないようにしています。メールアドレスとパスワードの入力部に入力された内容を使って、Sign in with email and パスワード関数を呼び出します。現在はユーザーをまだ登録していないのでエラーが発生します。続いて、サインアップボタンが登録されたときは、Create User with Email and Password を呼び出して、ユーザー登録を行います。ユーザー登録が完了し、UID が表示されました。また、サインアウトボタンが表示されました。最後に、サインアウトボタンのイベントハンドラーを作成します。サインアウト関数を呼び出して、ログアウトします。ログアウトが完了し、サインイン・サインアップセクションが再び表示されました。同じメールアドレスでサインアップしようとしてもできません。今回はサインインが成功しました。RBU から始まる UID を控えておいて、もう一度サインインしてみます。同じ内容が表示されることを確認しました。以上で終わりです。お疲れ様でした。以上で紹介終わります。皆さんうまくいきましたでしょうか？うまくいかなかったところなどありましたら、お気軽にコメントをいただければ幸いです。その他のコメントも大歓迎です。それでは本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントどしどしお待ちしております。バイバイ。